こんにちは。あなたが私の召喚者ですね。私はトネリコ。雨の国の魔女、トネリコ。植物系の魔術は苦手ですが、敵を倒す魔術、争いに備える魔術、障害を破壊する魔術には自信があります。城の外の世界は不慣れですが、どうかよろしくお願いしますね。オドの生成量が上がったようですね。いいことです。ありがとうございます。種火はとても貴重なもの。あなたの日頃の努力の賜物ですね。トネリコはレベルが上がった。すみません。一度は行ってみたかったので。いえ、一度と言わず、二度三度。改めて自己紹介を。魔女とは言いましたが、私は雨の国で育った妖精です。トネリコというのは、王妃様にいただいた名前なんです。世界樹のように、いずれ国を見守る王女になってほしい、という、すごい目標ですよね。親バカも大概だと思います。話がそれました。あなたは人間の魔術師。私は妖精の魔術師。魔術師同士、仲良くしていただけますか？妖精が魔術を使うというのはおかしな話ですが、これは私の妖精としての特性を隠すためのものでもあります。いろいろと秘密の多い魔女なんですよ、私。どんな魔術を使うのかですか？そうですね。私にとって魔術とは物語。一冊の本の内容を凝縮して現象として再現するでしょうか。雨の国では魔術の先生がいなかったので自己流です。今の私は雨の国の記憶で構成された霊気のようですね。この先私がどんな日々を過ごしたのかは知り得ません。まあカルデアで小耳に挟む情報だけで結末は予想できますが、そこはそれ。私はあくまで雨の国の魔女トネリコ。それでいいと思います。妖精が人間にちょっかいを出す理由、ちょっとだけ分かってきました。楽しくて笑わせたくて困らせたくて見てほしくて会いたくなる。あなたともし雨の国で出会えていたら、それこそ楽園の妖精にあるまじきですね。夢のような物語は本の中だけに留めましょう。クエストですか？素材集めなら私も同行します。主従関係、あまり考えたことはありません。みんな仲良くできることで助け合う。とても簡単なことですよね。マスターさんは私の召喚者、私は使い魔という形になります。でも全然選ぶらず真摯に接してくれるので、本にあった大切な友人そのものでしょうか。妖精王オベロン、知っています。反人類史で最も有名な妖精王ですね。ほんの少しわがままで、ほんの少し横暴で、それ以上に素敵な方だと聞いています。カルデアにいるのですか？ぜひ同
調和について語り合わせてください。あれがモルガン。2000年もの間、妖精国に君臨した女王。うわぁ、露出度高すぎ、玉座派手すぎ。なんだってあんなことに？アルトリア・ペンドラゴン。反人類史における聖剣の騎士。そして、反人類史におけるモルガンの仇敵。そっか。短い間であっても、理想の王様は確かにいたんだね。カルデアの図書館はやばいですね。無限に時間が流れていってしまいます。式部さんにも大変お世話になっています。でも、彼女には司書であるより、作家として新作を書いてほしいのですけどね。キルケイさんのお粥は絶品です。魔女たるもの、あれくらい質素でよくわからない食べ物でお客様をもてなさなくては。でも、豚になってしまうところは改良の余地ありかと。どうせ変えるなら小鳥がいいですよ。好きなものはお父様、お母様、雨の国の妖精たち、それと図書室と雨だれの音です。嫌いなものは脂っこい食べ物でしょうか。肉はちょっと苦手ですね。食堂でよく見るフライドポテトもかなりの悪性です。ああいうのを好むのは楽園の妖精としてどうかと。聖杯は優れた魔力資源であり、貴重な逸話です。聖杯は自然界の魔力であるマナだけではなく、地生体から作り出される魔力であるオドが凝縮してできるもの。願いを叶える前に、奇跡を求める心があるから形になる。星の内海で聖杯が作られないのは、そういうことではないでしょうか。この、遠くから聞こえてくる楽しそうなにぎわいは、お祭りですね。マントよし、帽子よし、ワンドよし。身だしなみオッケー。トネリコ、参ります。